皆様こんにちは、おともです。超雲伝感想からもう2週間。そろそろ始めようか。次のバッターはこいつだ。一戦排水なし修羅周油伝。挑戦開始だ。紀元2世紀末、五漢王朝は終焉の時を迎えようとしていた。民衆放棄である黄巾の乱を皮切りに戦乱の世が始まったのである。そんな中、天下の諸侯の中で突出した力を示したのが董卓であった。都で暴虐と戦王を極める董卓に対し、諸侯はこれを打倒すべく連合軍を結成した。南からは高等の虎と恐れられる孫権が名乗りを上げ、古老館へと赴く。そのもとに美貌の俊士周瑜の姿もあった。俺たちの手で董卓を撃つんだ。なるほどな。背中がまるで留守。何？気にしないでくれ。先ほど孫権殿から君の背を守るよう頼まれた。その意味を理解しただけだ。チェッ、それは親父から見たら俺は未熟だろうけどよ。褒めても言った。君には何者にもひるまず進む勇気がある。お前、名前は？周公瑾。君を支える者だ。武器はこちら。標準武器です。いつもの、周囲は紺の真ん中部分を持って振り回すモーションが多い。その影響で巣の射程は短いから、標準がベターだな。氷も強攻撃に連攻撃後半に分身に、相性抜群。今回も超雲伝に続き、一戦排水なし修羅、敵軍団全滅&全先行達成での、真の三国無双獲得を目指す。そのため使う武器は標準一択。撃破数が稼ぎづらいからその補強のためにな。周囲は強攻撃系が充実してるから他の武器タイプも楽しい。披露できないのが惜しいところだ。そんでこのステージは難度1だしあまり言うこともないかな。超雲伝同様、撃破数は多めに稼ぎましょう。特に敵本陣戦。それじゃあ始めるか。周油伝第一章。古老館の戦い、高等の虎、孫権の配下として戦場に赴いた周油、打倒董卓、そして孫作の背を守るため、美就老、真紅の武勇で古老館を染め上げる。躍進、董卓とその一派を壊滅させる。開設と平穏、我らが取り戻すのだ。では始めていくぞ。まずは手前の利確を倒します。ぶつだけ味方任せでもいいんだけど、周囲操作だと NPC 周囲が元の孫生に置き換わる。そのせいで強度が落ちて、味方が一気に軍団持ってかれやすい。耐えてはするけどなんか嫌なんで、自分でします。そういうわけで利確撃破、ちょろいもんよ。このまま半時計回りに登っていくやろう。道中の敵ももちろんします。というわけで続いて立志戦。まあ何も言うことはないな。副将もいないし、ただしレンズ1の周囲の使い勝手は結構微妙で、強運なんかと比べると、レンズが普通と落ちがたさが目立つ上、防御技も反映マッコイに乏しかったりで、反転構成力に欠ける。中盤度以上だとレンズ上げにも割と慎重さが必要。最終的な強さは指折りだけど、レンズが上がってから本領発揮なタイプ。まあまだ気にすることねえよ。リスクを片付けた足でそのまま次は隠し、剣の副将が1人ついてます。若干注意。隠し撃破、まあちょろいっすよ。低難度で3軍団ならさすがにな。続いて行うのは中央砦の制圧。ジャーンプ。奇襲成功、殴っていく。ちなみにここの奇襲割と決まらない場合がある。まあでも難度1のモブ武将だからな。奇襲失敗してもなんてことはない。
制圧していこう。ここ気持ち若干撃破数稼いでいこうか。なんか控えめな表現だな。そこまでがっつり稼ぐ必要はないから、上院伝の時と違って、周囲はそこまで撃破数が足らないわけでもない。とはいえ何も考えてないとやっぱり足りなくなるから、随所でやっていこう。そのためのルートを踏んである。中央砦制圧、撃破数も逆に見といて悪くない。高順をスルーして先に射撃台を落としていく。この辺は特に工夫できる点もないかな。射撃台で大して稼げないしな。制圧したんで次行くぞ。高順を切って東砦を制圧する。撃の副将ストリ付き。タメ強が気持ちいい。周囲はレンズランク3以上でタメ強にホーム衝撃作用。さらにレンズ無限では強硬加入。でも早口ラチに使いやすい。先生や仕切り直しに、とりあえず打っとけな打ち解く性能。さらに武器部分にもちゃんと特性と判定が残ってるのが素晴らしい。周囲は勝因と違い連攻撃自体のうちはそこまでだけど、代わりに強攻撃系が充実。それらや連に、縦端実装をうまく使い分けながら、極めて大火力の連攻撃後半を狙っていく感じ。あらゆる技に強みと意義がある。ボリューミーだぜ。降りてきた範疇を倒す。範疇撃破、鎧門よ。では前半の難敵、長領を迎え撃とうか。長領は難度1でハイパー化もしてないから柔らかいけど、騎馬隊と所属武将の取り巻きはかなり厄介。横槍や強制動でランブやラッシュ妨害してくるし、油断してると普通にボコられます。しっかり堅実に戦いましょう。よし通ったな、迅速行くぞ。騎馬隊などなんのその、分身連無限の強化力を見よう。超気持ちいい。周囲の強さを支えるこの分身神速。分身による一層性能と火力に、効率機の優秀な神速攻撃に延長まで感じ。さらには解所持ちなおかげでこれを開始直後からぶっ放せる。至れり尽くせり。この強力な特殊技をステージごと、どこで使っていくか。そこもまた、周囲を使いこなす上で重要なのだ。話を戻して超量撃破にもう一個の射撃台も落とせた。味方がまだ遠いけど、一足先に古老館に入っていこうか。前半戦を終え戦況確認。現在開始5分18秒。留保の戦意が高いなぁ。位置的に味方に任せるのはいいけど、終盤まで残ってたらどうしよう。戦意ガチャを怠るからこうなる。別にタイムアタックじゃないからいいだろ。リセマラも面倒いんだよ。漢の都を守る堅牢なる承知せようか。この手で攻めることになろうとは。関節は守れん。漢の中心。力を合わせ。罰するのだ。炎症のセリフ好き。しかし、悪いよね。現在スタモンの土俵を破壊してます。これ残してると工場がかなり妨害されるんでね。と硬い上に4個もあるんで連勝しちゃった。おかげであと1個。お前もぶっ壊してやんよ。いいねー。大車輪連無限のカロッタメラン勢。一度差で複数とする場合、空は一撃分や威力分割。しかし周囲の連無限はそれがないから、その火力はなんと他の武将の倍以上。話を戻して土砲の破壊完了。分身と連無限様々だぜ。そのまま挑戦も切っておく。欲が出た後だと、色々面倒いんでね。降りてこいよ。受け身で乗っちゃったか。よし、降りたな。ちょうどよく追ってくれたし削っていこう。応援が柵に引っかかってる隙に行くぞ。連無限大車輪ラッシュ。体に力が入りません。挑戦撃破、例外ないんじゃ勝負にならんよ。これで安心して鉄本陣戦始められるぜ。山場の前に戦況確認。現在開始7分1秒。場外に敵が多いなぁ。構成も突撃してて嫌な感じ。まあいい、仕事をするしかない。というわけでこうやっと撃破数稼ぎの要、鉄本陣戦行くぞ。まずは東卓に一撃入れて翼を召喚。翼はもちろんプレイヤーを撃ってくるほか、他の古老館内の敵軍団も引き寄せられる。それを活かして一網打尽に撃破数も合ってり、プレイ時間も超厚く、一石三鳥。これやらないと甲状腺に翼との対面もあるから時間かかんだよな。そうそう。いろいろ長いしね。話を戻してまずはしばらく集団にランブを振りかけつつ、アイテムを集めていく。この時次拾えた。軍団が多い分兵が密度も上がるから、適当につけてもノリノリ撃破数が増えていく。このやら宇宙に玉璽、連所も拾えればさらに増大。しっかり抜かりなく稼いでけ。残すは800人。よくもしたし鉄章も削ってこうか。しかしあれだな、鉄本陣が広いからすぐ密度が落ちちゃう。マックス8で戦うべきだった。それなら敵軍団を減らしきるので密度を保てるし、実際撃破数伸びなくなってきた。これで800まで届かないかも。まあしょうがない。
この玉璽乱舞を打ち終え、残り敵将4人。6の体力残り半分。もう一つの伝書で押し込むぞ。動作をお手玉しつつゲージを貯めて。よし溜まった。これで押し込むぞ。この分身乱舞発動。600人撃破。とりあえず最低限は稼げたな。よくにとどめを刺す。6撃破。到達以外の敵将一体。あとは敵本陣制圧だけしたら、10年前に戻ろうか。両方を倒したぞ。大手だろと。光沢のみ。全軍。さすが。よく制圧。どう時間かかったね。密度が落ちちゃうとやっぱな。2問前の敵も倒せたか。これで安心して勝者が門突できるな。開門を見届けに行くぞ。一応見ておくか。残りは誰？ああ、劉邦やっぱ残っちゃった。まあでも式マッサを出しすぐ倒してくれんじゃない？ってなわけで味方よろしくな。大丈夫かな。2問前に到達。お、もうすでに削りタイム入ってたか。画面内の勝者の門突と違って、画面外だとちょっとずつ削れてくんだって。そうそう。だからすぐわかる。でもそのせいで画面外だと削れが遅いんだよな。画面外でも画面内と同じくらいの速さで、削ってほしいよな。よしよし、残り耐久ちょっと。いけいけ。最後の一突き。2問突破、先行に達成。これであとは到達を締めてフィニッシュ。と言いたいとこなんだけど劉邦が残っとるやないかい。戦意の強化さが、恐るべし。早く来たばれー。よし、行ったな。行ったなって。到達にとどめを刺す。到達撃破、これで攻略完了です。さすがは周囲の強さだな。サクサク攻略できたぜ。我らの勝利。周公金。常に勝ち続けるのみ。クリアタイムは9分56秒。10分切れたか。いいぞ。って言いたいとこだけど劉邦の撃破待ちロスがな。結局あれで30秒ぐらい浪費しちゃった。北門行く前に片付けるべきだったか。やっぱ戦意ガチャに妥協は許されんか。クソだる。そんで撃破数が730人止まり、800に届かんかった。ちょっと不安だな。足りるかこれ？ま、頑張るしかないよ。というわけで、周遊伝第1章はここまで。また感想まで、どうぞお付き合いください。ご視聴ありがとうございました。